こんにちは。JP コンサルタント趣味の部屋です。今回は、8月ぐらいから私が星空を撮り始めてから約2ヶ月を超えたっていうところなので、サイオニックスのオーロラを使ってて、その特徴がようやく分かってきたかなというところがあるので、そこら辺を踏まえて、使い分けこんな風にしたらいかがでしょうかというちょっと提案をさせていただければと思います。もしかしたら星空撮るのにサイオニクスのオーロラをこれから買おうと思っている人の参考になってくれると嬉しいです。私の場合撮ってる場所が自分の住んでる場所、住宅街のベランダから撮っているというところなので、住宅街のベランダから撮るのに、適したものはどんな感じのカメラなのっていうのを喋ったりとか、また同様に月や惑星を撮影するときにはどんなのがいいんだろうっていうのをここ2ヶ月ぐらいの経験で喋ってみたりしたいと思います。で、結論から言うと、センサーの感度は、街中で星空を撮影する場合にはできるだけ高感度なものが必要で、高感度といっても高感度で何が欲しいのかっていうと、もちろん明るい星はもちろん映ってほしいし、その時に夜空が明るい状態で、夜空よりも薄暗い星もちゃんと映ってほしい。要するに光の強いものから弱いものまでまんべんなく映ってくれる、そういう広いダイナミックレンジが欲しいという意味での高感度ということになります。で、星空を撮ってるので、その感度 ISO 感度の調整をマニュアルで設定するっていう選択肢もちろんあるんですけども、最初慣れないうちはオートでできた方が便利だと思います。なんでかっていうと、星見えないんですね。見えないもの相手にセンサーの感度を調整して綺麗に撮れるようにと言っても、ちょっとなかなかどのくらいの感度にしたらいいのかって慣れるまで大変だと思うんですよ。だから最初はオートからスタートじゃないかなと思ってます。で、さらにフォーカスなんですけども、フォーカスもピントが合うものが、オートフォーカスでピントを合わせるものがないので、星空をど真ん中、特定の星空をど真ん中にして撮ることもあるでしょうけれども、わざわざこの星空全体を映したいがために、ど真ん中に特定の星を持ってこないっていうことも多いというか、その方が多いと思うんですね。だからそういった意味で、フォーカスは、一番最初ピント合わせは、明るそうな惑星とか星を使ってやるんですけども、その後は、そのまま星空全体を撮るという風な形の手順になるので、オートフォーカスで勝手に、ピントがずれられると困っちゃうんですね。だから手動がいいかなと思います。で、画角は当然、広い空をいっぺんに収めてたくさんの星を撮りたいので、そういった意味で、ちょっと広角気味の方がいいと思います。で、フィルターは、以前動画でお見せした通り、光害、光の害をカットするフィルターが必要だと思います。空が綺麗に晴れてる時にはいらないんですけども、やっぱり曇ってたりとか薄くもやってたりして空が地上の光を反射しやすい時って年のうち大半がそんな感じなので、そういった意味では光害カットフィルターがないとちょっと困るかなと。もちろん綺麗に撮れる時には光害カットフィルターを使わずに撮ったりもするのもいいと思います。やっぱり映った時の感じがちょっと違うんでね、両方撮ってみるのがいいんじゃないかなと。けども光害使えないっていうのはちょっと困っちゃうかなと思います。では月や惑星みたいなのを撮るときにはどうでしょうか。センサーの感度は
低い方がいいという結果になってます。センサーの感度低いってどれぐらいのことを言ってるのって、ISO 感度で、1600でもちょっと高いかなと、もっと落としてもいいなという感じですね。場合によっては100だとか80でもいいのかもしれないぐらい、低くていいと思います。なんでって言ったらば、感度が良すぎるとピカーって光っちゃってて、この月の模様だとか惑星の模様だとか土星の輪っかだとかちゃんと映んないんですね。ピカピカ光っちゃってて、光りすぎちゃってるとやっぱしダメなんだなということが分かりました。でセンサーの感度、センサーのなんですかね、ズームっていうかピント合わせについてはオートよりも手動固定がいいと思います。ごめんなさい、フォーカスの話じゃなくてセンサーの感度の話ですね。感度はオートよりも手動だとか固定の方がいいと思います。っていうのは、これはオートにしとくとちょっと明るめにしようと思って頑張っちゃうんですよね。で結果として暗くしてこの月の惑星の模様なんかが映るようにできないっていう風な問題がちょっと発生してしまうということが分かりました。だから手動で固定、 ISO 感度だったらば100でも200でも800でもいいんですけども固定できるっていうのが大事だと思います。でフォーカスについては月みたいな大きなものに関しては、マニュアルで調整できればいいんですけれども、僕みたいにスキルが低い人間はちょっとフォーカスっていうかピントを追い込むのがちょっと苦手なので、最後の最後の追い込みはやっぱしオートで追い込みたいというふうに思いました。手だけで調整するのはちょっと難しいなというのは実感です。そして画角に関しては拡大できるっていうのは大事なんですけども、ズーム使えた方が便利です。何を言ってるのかっていうと、少しでも広い広角で夜空を捉えて、で拡大したい星を真ん中の方に移動して、で拡大してまた真ん中の方に移動して拡大してって繰り返したい。そうすると比較的簡単に月や惑星をかなり拡大して見ることができるというメリットがあります。もしもそうでない場合はそういったズーム機能がない場合は出し方がないので、天体望遠鏡みたいに補助的なものがいるんじゃないかなと。横にレンズの向きをこうちゃんとターゲットに向けるための補助的な望遠鏡ですねがないとちょっと難しいかなと思います。フィルターに関しては、光外カットフィルターみたいなものがいるかと言われたらば、月がものすごくギラギラして明るいので、そこまではいらないのかなと。ちゃんと綺麗に浮いてくれると浮き上がって見えると思うんですね。ただあったらあったでいろいろできることがあって便利だというふうには思います。で星空がよく見える場所で撮影するときにはどうなんだろうっていうと、綺麗に多分撮れると思うんですよ。どんなカメラだとかビデオでも。だからそれほど広いダイナミックレンジでしっかりと捉えるっていうことのほども必要ないのかなと思います。とは言ってもあって無駄になるわけじゃないですよね。で感度は低かったで月や惑星だとかそういったものを綺麗に映せると思うので、街中で撮るよりもさらに輪郭がしっかりとくっきりと撮れると思うので、そういった意味でも低い感度のものも撮影するもの次第では
要で、取るもの次第で高感度のものが必要だったりとか、低い感度のものを使ったりとかって使い分けする必要があるのかなというふうに思われます。で、星空の撮影するときは先ほど街中での撮影と同じで、勝手にピントがあっちこっちずれちゃったりすると星をきれいに撮れないんで、やっぱしオートよりもマニュアルで撮るのがいいのかなという感じで思います。月や惑星撮るときには先ほどの通りなんですけどね、画角も先ほどと同じで特段述べることはありません。フィルターに関してはソフトフィルターとかっていうのを皆さん使われているようですが、そういったものがあるとやっぱし便利なのかなと思われるので、使えるようになってるといいかなと思います。さて、以上を踏まえてオーロラはどんなこういったリクエスト要求に対して合致しているのかっていうところを丸×三角で表現するとこんな感じになるのかなと思いました。明るい街中での星空撮影についてはセンサー感度はとても素晴らしく良くて、かつダイナミックレンジものすごく広くていいと思います。で、感度をオートでマニュアルでは調整できないんですけども、オートで ISO 感度を調整してくれるんで、そういった意味でもどんな夜景にもすぐに対応できていいと思います。フォーカスに関してはマニュアルフォーカスしかできないんですけども、逆にマニュアルフォーカスがちゃんとできるので夜景を撮るのに困ることはないという感じですね。画角に関しては46度というちょっと中途半端な角度なので、あんまり広角というわけでもなくズームというわけでもなく普通なのかなという感じですね。うちの夜景空見える範囲という意味では46度ってとてもジャストインな角度なんですけども、皆さんのお家でも同じとは限りません。そういった意味でちょっと三角という感じにしました。フィルターに関しては取り付け用のインターフェースがありません。以前の動画で広角レンズを使ってみたっていう動画を上げてますが、こちらの動画で上げているアタッチメント、要はそういったフィルター取り付け用の機械的なてか構造的なインターフェースを持っていないカメラに広角レンズを取り付けるっていう風な、アダプターが売ってるんですけども、そういったものを介してフィルターも取り付けることができます。ここら辺はオーロラだけだと×になるようなところなんですけども、そういった周辺機器を使うことでなんとかリカバリーできるという意味で三角にしています。次に月や惑星を撮影するのには向いているのかという話なんですが、これは全く向いていません。センサーの感度が良すぎちゃって月がもうギラギラ光ってしまって月の模様とか全く見えません。したがって×にしています。なんでそんなになっちゃってんのと。例えば、ISO 感度をどっか適当な値にしてシャッター速度を速くするとかなんだとかでなんとかリカバリーできないのかっていうところがあるんですけども、先ほどちょっと触れた通り、実はオーロラの ISO 感度は自動設定になってます。露出補正かけることはできるんですが、基本的に ISO 感度をオーロラ自身が自動で設定して、それに対して露出補正で多少上下させることができるという設計であるために、暗く例えばフィルターで暗くして撮影したとしても ISO 感度が上がってしまってギラギラしている状態は変わらない、何も月の模様が映らないというのは何も変わらないということになってしまいます。これはズームをして画面を暗くしようと試みても同じでした。ここら辺については実は全く打つ手なしっていう感じですね。
でフォーカスについて考えると、フォーカスちゃんとできてるのかどうかちょっとよく分かりません。要するにギラギラしすぎちゃって、ピント合わせがものすごい難しいんですね。多分ピントがこれぐらいで合っててくれてるんじゃないかなっていう感じになってしまうので、まあこれは事実上バツに近いと思います。画角に関してはまあそこそこですね。そこそこっていうのはやっぱりちょっとちっちゃくしか月とか映せないし、惑星もまあなんですかね、望遠鏡とかそういったものを、カメラのレンズとかそういったものを使ってコリメート撮影とかっていうものをやんないとうまく月をきれいに捉えることができないので、まあ、画角もちょっと中途半端な感じなので、まあ、バツつまりちっちゃすぎるかまあ、三角かなとなんですね。でフィルターについては先ほどと同じ理由で三角です。星空がよく見える場所ではオーロラでなければいけないという理由が今度なくなってきて薄くなってきてしまうので、まあ、オーロラである理由が薄くなってしまうという意味での三角をつけさせていただいてます。フォーカスについてはまあ先ほどの月だとか星空撮影のところと同じ理由で丸から三角かなと。画角についても丸か三角かなという感じですね。まあ、ちょっとここら辺数字だとか何だとか書いてみようとしているんですけども、まあ、ちょっと読み飛ばさせていただこうと思います。ちょっと簡単に補足説明だけさせていただきます。ISO 感度についてよくネットの中で81万なんちゃらとかってとってもすごい数字が書いてあるんですが、実際のオーロラの ISO 感度は実際写真撮ったものを見る限り1600 ISO の1600から66万5000ぐらいまでを使っています。 CCD 自体の能力は81万超えるような能力を持ってるんだと思うんですが、カメラの方の管理としては1600から6万5000を使って撮影するというそういう設計なんだろうと思われます。ISO 感度の下が1600であるがゆえに、まあ、月の撮影が難しいとか、まあ、オートでしかISO 感度を扱えないという意味でギラギラしがちっていうのはここら辺が原因になっています。サイオニクスさんがここら辺のところをマニュアルで設定だとかできるようになってしてくれるととても使いやすくなると思うので、そこら辺本当は改良してほしいなというふうに内心思っています。ここら辺の数字は特に見てもしょうがないところなのでざらっと流します。で使い分けについてなんですけども、街中での星空撮影についてはオーロラをぜひとも使っていただけるととても暗い星やなんかも映ってとてもいいと思います。ビデオカメラだとか星空用の CCD だとかでまあちょっと試してみてもはっきり言って星ほとんど映らないんで、オーロラじゃないとダメなんだなという感じですね。一眼レフだとかミラーレスのカメラとてもスカイ感度が最近はいいんで、そちらの方も使えるんだろうと思うんですけども、そもそもオーロラみたいに6万5000とかっていう数字を叩き出して暗い星までしっかりと見せようとするというところまではやはりちょっといかないですね。どちらかというと綺麗に撮るのがまあ一眼レフだとかミラーレスの売りなんで、何としてでも星を撮ってやってまあそういった映るということに関する感動っていうとやっぱりオーロラになっちゃうかなと思います。逆に月だとか惑星を撮影するときにはまあ一眼レフだとかミラーレスだとか星空用の CCD だとか
そういったものを使われると綺麗に映ります。ここら辺はやっぱりしっかりとシャッター速度だとか感度を細かく調整して、月だとか惑星の模様を綺麗に映りやすくするっていうことができる点で、オーロラよりも一日の長以上のものがあると思っています。そういった意味で一眼レフだとかミラーレンズだとか星空用の CCD のところに二重丸をつけています。で、星空がよく見える場所になるとオーロラの高感度によるメリットがあまりなくなってきて、ISO 感度でいうと多分1600ぐらいで撮影することになると思います。で、一眼レフだとかミラーレスだとか星空用 CCD で撮影するときもやはり ISO 感度1600ぐらいで撮ることになると思うんですね。だからここ星空がよく見える場所ではどれを使ってもいいんだけれども、解像度がそこまでいっちゃうと、解像度がオーロラの方は一眼レフだとかミラーレスだとか CCD よりもちょっと今となっては劣ってしまっているので、そういった星がよく見えるところでは一眼レフだとかミラーレスだとか星空用の CCD みたいな解像度がとても高い4K だとかね、そういった解像度で星空を撮るとやっぱしちょっとかなり違うものが撮れると思います。そういった意味でそこら辺を二重丸に出していただいています。ビデオに関してははっきり言ってよくわからないというのが実態で、ちょっとやっぱし中途半端な感じになってしまうんだろうなという感じで考えています。では、月が苦手だと私オーロラについて言いましたが、どんな写真が撮れるのかっていうと、こんな写真が撮れます。これは夜に月を撮った写真なんですけども、右下にあるのは太陽ではなくて、これは月です。空全体を見ると星が10個以上映ってるので、それで夜空なのねと、昼じゃないやっていうことがわかるっていう感じですかね。でじゃあとにかく暗くするためにカメラ用の画面を暗くするというか、光を暗くするフィルターをつけて、でかつカメラのレンズ、広角望遠レンズをつけて、それで画角をこう狭くして、でそれで少しでも暗くしてやろうと試みたものがこれです。ミラーレンズでかつピントからずれた位置にカメラを置かざるを得ない関係で、いくらピントを追い込んでもこんなもんなんですけども、ものすごくビカビカ光ってる様子が分かってもらえないでしょうかね。でこれ同じく拡大しカメラのレンズで拡大したものなんですけども、それをコリメート撮影したものなんですけども、真ん中のギラギラしてるものが酒造です。で横に月らしきものが映ってると思うんですが、これはそのギラギラしてるものが光軸をちょっとずらしているんで、カメラのレンズにちょっと当たって反射してるんですね。でそのレンズで反射したものの方がくっきりとした映像で撮れているというここら辺はこういったものがしっかりと映像として撮れるというのはオーロラのすごいところだと思うんですが、こんぐらい明るくなっちゃうんですね。もうどうにもならないです。
それでは雰囲気を見ていただくためにコリメイト撮影で撮っている、なんとか月を撮ろうとしている映像を見ていただこうと思います。これはカメラのレンズにコリメイト撮影してて、なんとかこう軸を合わせて、それでまあピントを合わせ込もうとしたものなんですけども、ギラギラ光ってますよね。でもピントがずれていてこの月の模様が映ってないわけじゃないのは、この月の縁の輪郭のところを見ると、デコボコしてる様子がちょっと映って見えますよね。つまりこれピントが張ってるんだけれども、ギラギラしててこうちゃんとその月の模様が映せない。クレーターが映ってるんだからピントはそんなにずれちゃいないんでしょうという感じです。はい。では次にこれピント合わせの関係上、カメラのレンズのピントを焦点距離を2倍に伸ばしたもので、なんとか月を撮影しようと試みたものです。今ブラブラ入れてるのは何かっていうと、フォーカスピント合わせをやろうと思って四角くしてるんですね。トントンと叩いてたりとかしてちょっとずれたりするとピントが大きくガッとずれちゃうので、叩きながら随分と苦労していました。結果としてはちょっと最後のところだけちらっともう一回見ますかね。結果としてはピントの方は最初の方でもそれほどひどくはずれて実はいないことが後で拡大してこうやって見ていくと分かると、ほとんど映ってない、よくわからない感じではありますが、やっぱしクレーターが縁の方に、月の縁のところに輪郭として見えているという感じですね。で四苦八苦したんだけども結局状況は変わりませんでしたという風な感じです。以上で今回の動画を終わります。またのご視聴いただけると嬉しいです。それでは失礼いたします。